アンニョン、パックンです。いろんな韓国人の方々のストーリーが気になって取材しております。今日ここにいらっしゃるのは、ホンさんでして、韓国と日本をつなぐ結婚相談所を運営されていて、かなり珍しいと思います。なぜ日本に来て生きてるのか、その裏のところを聞いていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。私は日本で韓国人の男性と日本人の女性をつなぐ結婚相談所デイリエを運営しているホンデイと言います。で、質問5つあって、まず1つ目は、日本にどのようなきっかけで来たのか。最初、ワーキングホリデーでもう日本に来ようと思ったんですけど、その理由がありまして、徴兵ですね。軍隊の時に北朝鮮と近いところで勤務してたんですよ。そこって後半になればなるほど時間が空くんですね。余った時間に日本の小説をたくさん読みました。一番気になったのが、江国香織さんと、あと金城和樹さんという方がいらっしゃったんですけど、金城和樹さんの本を読んでて、在日の方が日本での生活で目に見えない差別とか、あと壁を感じたところとか、そういうのを書いたのを見て、日本に一回行ってみたいなと思いまして、それでワーホリで最初来ました。差別を感じたのを見たら、逆に怖くなって行きたくなくなるんじゃないかなと思ったんですけども、自分の目で実際見て知りたくて、日本に来ましたね。日本に実際来てみて、そういったことは経験されましたか？ないって言ったら嘘です。あります。もう、例えると、職場ですね。日本語しか使わない会社だったら、上まで行くのにかなり時間がかかるんじゃないかなって、私個人的に思ってて、日本の方は日本の方引っ張ってくれるというか、日本語がそんな完璧じゃないので、日本語しか使わない職場では時間がかかる。なので、私は、韓国語を使う職場をなるべく探しました。家を探すときとか、会社経営して事務所も探すんですけど、外国籍ということだけで、もう最初から演じというところがたくさんあります。しょうがないなーって。私が日本人の社長さんだったり、日本人の大家さんだったりだったら、私もそうするんじゃないかなっていう気も、正直ありますので、しょうがないなって思ってます。で、逆にそこで自分にしかできない仕事を探して、今の結婚相談所っていうところに至ったっていう背景もあるんですね。で、二つ目の質問がですね、じゃあ日本で生きていて、今みたいな大変なこともあったと思うんですけども、なぜ日本で住もうと決めたのか？日本で大学を卒業して、私、オーストラリアにもいたし、あと韓国でも働きました。で、その時にずっと、心の中では日本で一回も働いてないなという、後悔があったんですね。で、福岡にあるヒルトンホテルで最初就職したんですけど、その時に自分の物足りなさを感じながら毎日学べるという環境が大事だなと思ったんですよ。日本語もそうだし、あと、日本の方とも仲良くなるのも少し難しかったんですけど、楽な環境よりは難しい環境の方が、自分が頑張れるんじゃないかなと思って、じゃあ日本でこれから住もうって、それで私は決めたんですね。そのヒルトンホテルで成長したなって感じた場面はありましたか？あります。特に日本語で言うと敬語。ホテルって最上級の敬語を使ってるって私の中ではあって、で、そこでさせていただきますとか学べたので、私にはすごくためになりました。3番目の質問がですね、日本に定住して長年、16年住まれてたと聞いてるんですけども、その中で一番大変だった点はどういった点でしたか？寂しさだったんですね。日本に家族もいないし、友達もいないし、最初は一人で全部やるしかなかったので、その寂しさが怖いというか、このままだと韓国に帰っちゃうんじゃないかなって思うぐらい大きな問題でしたね。その寂しさはどの場面で感じましたか？例えば僕はコロナかかった時に大変で似たようなこと感じたんですけど、ゴンさんはどうでしょう？私は仕事終わって家に帰った時に誰もいないところで電気をつける瞬間ですね。誰かが今までは待ってくれたりとかしてたんですけど、そういうのがなくて、なぜ生きてるのかなとか思った時もあったし、こんだけ頑張って働いてて、何のために働いてるって、生きてる意味って何だろうっていう思った瞬間もありました。いやー、とてもわかります。僕も家に一人で帰ってきて、誰もいない部屋で自分一人しかいないっても大変だなと思うわけです。そんな大変だった時には、どのようにリフレッシュというか、気持ちを切り替えていたんですか？私はお酒が大好きだったので、一人で飲み屋行って、ここで飲みながら隣に座ってるおじさんが話したりとか、たまに友達とか韓国から来てて、その友達と旅行したりとか、それで寂しさを埋めたり、勉強もしましたね。自分を忙しくするしかないって思ってて、図書館に行って日本語で勉強したり、あと本読んだりとか、そういうのに時間を使いました。一人で飲み屋行った話。記憶に残ってるおじさんとか。ありますね。
たくさんあるんですけど、隣でこう話してて、話が盛り上がってて、あなたどこ出身って言って、韓国って言ったら、俺韓国出張行くんだよって言って、その方の息子さんがいたんですけど、今はアメリカに留学してて、ちょうど私と同じぐらいの年だったらしいんです。で、飲みが終わって、会計もしてくれて、で、私のお小遣いを3万円くれたんですよ。3万円。3万円。びっくりしました、その時は。で、お前頑張れよ、みたいな感じで、背中トントントン押してくれて、ありがとうございます、頑張りますって言った、その記憶があります。最初はなんか冷たい場面も感じる時もあれば、こうやって温かい方との出会いもたくさん。もちろんです。で、4番目がですが、日本に住むと決めた時に、韓国に家族とか友達とかいると思います。その方々の反応はどうですか？最初は心配しましたね。大丈夫かなという一人で。男だし、なんとかなるって家族とか思ったんですけど、ちょうど私が大学の2年生の時に、東日本大震災が起きたんですよ。地震あったんじゃないですか。その時も家がもう潰れるんじゃないかっていうぐらい揺れてて、その時に親は早く韓国に帰ってこいって言ったんですけど、私まだ大学2年生だったし、ここで帰ると何も残らないので、もう踏ん張りましたね。僕は2016年に日本に来て、大きな震災を経験していないんですが、当時ショックなんじゃないかなと思ってました。経験してみないと多分わからないんですけど、リヨン大丈夫かなというぐらい私は怖かったんですよ、その時。もう、スーパー行ったら、まず食料もなかったし、飲み物とかもなかったし、寝る前にリュックに飲み物とか、あとラーメンとかそういうの入れて寝たりしました。すごい、そばに置いて。寝てる時も、リオンのその地震のアラームの音あるじゃないですか。ティディーン、ティディーンという。それが起きたらもうゾッとして、もう眠れなくなって、ずっとテレビつきっぱなしにして、で、携帯もフル充電してて、すごい緊張してて生活しました。周りで韓国に帰った方もたくさんいる気がします。いましたね。大学途中で退学して帰った方も5人ぐらい見ました。留学もやめて。留学もやめてです。本さんは、ここで頑張りきるぞっていう気持ちです。そうするしかなかったです。私にはもうそういう選択肢がなかったので、もうこのまま大学中退して帰ったら、もう中途半端な人生になるんじゃないかなという、何も最後まで頑張ってないという、自分にとってがっかりさというか、それがないように日本に最後までいましたね。当時韓国に帰ったら今のような、環境、生活はなかったかもしれない。いや、もうないと思います。13年前ですよね。13年前で。すごいです。で、最後の質問ですが、今振り返ると、日本に定着することは、自分の人生においてどういった意味だったのか。自分の人生が180度変わりましたね。日本の方々と仲良くなったりとか、日本の文化とか学んでいただいて、自分の中で成長したなというのがすごくたくさんあります。私が今のやってる仕事、韓国と日本をつなぐ結婚相談所もやってるんですけど、私にとっては使命感を持ってやってるんですね。政治家とかメディアがやってられないことを、私は、今この結婚相談所を通じてやってると思ってます。メディアとか政治って偏った情報とか話題になる情報を大げさに報道する場面もあるんですけど、いいところも悪いところもいつもあると思うんですね。どんな場面も。で、私は悪いところを終点するんじゃなくて、まずいいところをお互いの国の方々に伝える。そういう仕事を今してるので、使命感を持って私は日本で生活をしています。おっしゃる通りですよね。政府とかメディアとか、韓国人 VS 日本人みたいな感じでやるとしたら、本さんは韓国人個人と日本人個人をつなげているってところですよね。そうです。自分が目標としてたものをやっている実感っていうのはありますか？いや、それはもう毎日あります。毎日韓国人の男性と日本人の女性とか問い合わせがあったりとかしてて、お互いのいいところをまず伝えたりとか、誤解してる部分を私が説明したりとか、そういうところで、みんな、これ知らなかったですとか、そうだったんですねって教えてくれるまでは分からなかったですよ。そういうことが多いので、私はもう毎日日々実感してます。本さんしかできない業種で、本さんしかできない、その日韓文化の説明だったりとかがあるわけですね。それはあると思います。ありがとうございます。というところで、1番目の動画でも面白かったです。次の2番目の動画でですね、本さんが運営されている結婚相談所の話を聞いていきたいと思います。引き続き楽しみにしてください。以上、パックンでした。アンニョン。アンニョン。